どうも、作曲家のトイドラです。今回はメロディーを作る方法について話していこうと思います。実はメロディーを作る方法ってあまり音楽理論の中で話されてないんですよね。なので結局感覚頼り、センス頼りになってしまって、センスがない人とか慣れていない人っていうのは変なメロディーを書いてしまって悩むということはよくあります。なんですけども、今回僕が紹介するメロディーの作り方、トニカルメロディーという風に名付けて呼んでる方法なんですけども、これを使うと非常に簡単かつ素早くキャッチーなメロディーが作れちゃうんですね。いや、そんな夢のような方法あるのかと思うかもしれませんけども、早速詳しい内容に入っていこうかと思います。まずね、メロディーを作るときに、多くの人が誤解している部分というのがあります。メロディーっていうのはコードの中で鳴ってる音を使って作らなければならないんじゃないかという、そういう誤解ですね。例えば、このように C メジャーの和音が鳴っているときには、C メジャーの構成音である C、E、G、これを使ってメロディーをまず作ると。そしてその次に、例えば F の和音に移ったとすると、今度は F の構成音である F、A、C、この3つの音を中心にしてメロディーを作るみたいな。で、その次にまたね、こうやって和音が移ったら、この和音の構成音を使ってメロディーを作って、という風に、コード進行に合わせてメロディーの中で使える音が変化していくと。そういう風に考えてる人ってとても多いんですよね。なんですけども、この考え方、もうあえて言い切ってしまいましょう。それは間違いです。トニカルメロディーの方法では、メロディーがコードに合わせるということは全くしません。逆ですね。コードがメロディーに合わせろよと。俺についてこいよと。そういう男前な理論がトニカルメロディーです。具体的には、メロディーはドミソしか使いません。ドミソ以外の音はほとんど使う必要がないんですね。いやでもそんなことしたら伴奏でコード進行がつけるときにめちゃくちゃになるんじゃないのと思うかもしれません。実際にちょっとめちゃくちゃになってしまうので、めちゃくちゃにならないような工夫をするためにトニカルメロディー専用の和音というのを使う必要があります。その結果、5のセブンスという和音は一切使う必要がありません。なんだかちょっと意外ですよね。5のセブンスってものすごく基本的な和音だというふうにみんな思ってませんか？トニカルメロディーの方法で作曲をする場合、5のセブンスは封印されて代わりに5のセブンスサス4とか、4 on 5とか、そういったちょっと変化したドミナントの和音を使うということが必要になってきます。さあ、なんだか斬新なことをいっぱい言ってるような感じがするんですけども、安心してください。トニカルメロディー非常に簡単に使うことができる理論なんですね。なんならもうこの動画を見終わった後から曲を作るときにすぐに使えると思います。非常に簡単に使える理論なのに、結果的にメロディーがとてもキャッチーになるんですね。これは驚くべきことで、僕自身この理論を使って、よくお仕事でも作曲をさせていただいています。さあ、そんな夢のような理論についてね、そろそろ話していこうかなというふうに思います。まずここに僕がトニカルメロディーの方法で作ったメロディーを用意しておきました。キーは C メジャーキーですね。まずは聴いてみましょう。はい。こういうシンプルなメロディーですね。メロディーの音符の上に数字を振ってあるんですけども、この数字がドミソのうちどの音なのかというのを表しています。ドが1の数字で表していて、ミが3の数字で、そしてソは5の数字で表されています。そうやって眺めてみると、この音符ほとんど全部135だけでできているということがわかりますね。部分的に、こういう風にね、違う音も出てきてはいるんですけども、例えばここの場合は、どの音からレに上がって、その後もう一回ドに下がる、刺繍音ですね。そしてここの場合は、ドレミという風に上がっていく途中で、ちょっと通っちゃったという経過音ですね。そしてここには、シドという風にまくり上げるようなイオンも出てきているわけですけども、このようにね、部分的には出てくることはあるんですけども、ほとんどドミソ以外は鳴らす必要がありません。ドミソしか使わないでメロディーを作るって考えたら非常に簡単に思えてこないでしょうか。多分作曲初心者の人でも、ドミソしか使わなくていいよと言われたら、それだったらこんな感じでいいのかなみたいにパパッとかけちゃうんじゃないでしょうか。でね、これドミソしか使わないことによるメリットというのがいくつかあるんですね。そのうちの一つが、例えば、こういう跳躍進行ですね。音がぐわっと上がったり、ぐわっと下がったりっていうこと。これを跳躍進行と言いますが、これをメロディーの中に組み込みやすいんですね。なんだかここでぐわーって上がった時に気持ちいいですよね。こことかもね。ここでタンタンタンとこう上にぐわって上がる時になんかかっこいい感じがすると思うんですけども、こういう
心地よい、程よい跳躍進行というのはトニカルメロディの方法では簡単に導入することができます。つまり、ドからソに上がればいいんですね。ソからドとかでもいいです。あるいはミからさらにその上のドに上がるとかね。出発点と着地点が3種類しかないので、どこからどこに跳躍するかっていうのを考えることがとても簡単にできるんですね。メロディーって跳躍した方がかっこいいんですけど、初心者の人がこれをやろうとすると、とんでもないところからとんでもないよくわかんないところに跳躍しちゃって、すごい歌いづらいメロディーになっちゃうっていうことはよくあるんですけども、トニカルメロディーであれば、そこに関してはもうすでに制御されているので、気持ちいい跳躍進行っていうのを簡単に混ぜることができます。はい。で、こうして無事出来上がったわけですけども、問題はここからだろうと。じゃあ伴奏をどうやってつければいいのというふうに思うと思います。ここからトニカルメロディーに対してコード進行をつけるという方法を紹介していきます。はい。まずはベースラインから作りましょう。試しにここにベースラインだけ僕がさらに追加してみましたので、これを合わせて聴いてみましょう。はい。これだけですね。トニカルメロディーにおいて、メロディーとコードがぶつかっちゃうんじゃないかといった心配は全くする必要がありません。トニカルメロディーは後で話すんですけれども、コードとメロディーが一切ぶつからないような仕組みに初めからなっています。なので、ベースラインも適当に感覚で自分が気持ちいいと思うところにベースを置けばそれで問題ありません。ドレミファソラシドの音を使ってもベースラインは問題がないんですね。ただし、この段階では、ベースラインにシャープとかフラットはつけないでください。トニカルメロディーでは、基本的にダイアトニックコードを使ってコード進行を作ることを想定しています。もちろん、適度にノンダイアトニックコードも使うと気持ちがいいので、その方法は後で紹介するんですけどね。はい。で、僕がつけたベースラインを見ていくんですけども、まずここに、ドの音を鳴らしている。つまりここでは1の和音が鳴ることを想定しているわけです。で、その次に、ここでファの音を鳴らして、4の和音が鳴るという想定をしています。で、その次はミの音を鳴らしているので、3の和音が鳴るかなという感じ。こんな感じで、ベースラインをババッと振っていくと、和音というのもね、おのずと見当がついてくるわけです。ちなみにこの4小節目のこのベースライン。これメロディーとベースぶつかってるんですけど、こういうぶつかりは現段階では気にする必要がありません。はい。このようにして、ざっくり適当に、ここいい感じだな、みたいなところにベースを置くと、これでもうコード進行の下書きの段階は完成しました。で、ここからですね、こいつらに対して具体的に和音を設定していく段階に入っていきます。こちらですね。まずは聞いてみましょうか。はい。いきなりこんな風にコード進行がついてるんですけども、どうやってこんなコードをつけられたのかっていうのを説明していこうと思います。まず、トニカルメロディーにおけるコード進行の考え方ですけれども、使うコードはすべてそのコードの上でド、ミ、ソのどの音が鳴っても問題ないような和音だけをあらかじめ考えて使うようにします。この部分が一番重要ですね。メロディーではド、ミ、ソのうちのどれかが常に鳴っているという風に想定するので、下で鳴ってる和音が、例えば、この和音の上でドが鳴ってたらまずいな、みたいな、そういう和音が鳴ってると困るわけですね。なので、和音には一工夫必要です。一工夫必要と言っても、気をつけるべき和音というのは3つしかありません。まず1の和音ですね。このように、トニカルメロディーの時に使う1は、メジャーセブンスにはしないで、ただのメジャーコードにしておいた方が無難です。なんでかっていうと、こういう風にメジャーセブンスにしたときに、上でどの音が鳴ってると、なんだか濁った響きになるんですね、これ。ここの音程がタンク度になっちゃうんですね。1のメジャーセブンスというコードが下で鳴ってるときに、メロディーが1を鳴らしてると、このタンク度のぶつかりが生じちゃって、ちょっとだけ違和感が出るんですね。なので、メロディーがね、どの音を弾いてなければいいんですけど、メロディーがどの音を弾いてるときには、1の和音はメジャーセブンスにしない方が良いです。そして、その次になる4の和音ですね。この4の和音というのはトニカルメロディーにおいてキーになる和音です。4の和音の上って実はドミソ全部鳴っていいんですね。試しにやってみましょうか。これ4の和音ですけど、
なんだかおしゃれな和音ですね。こういう風に、4の和音の上ではド、ミ、ソが全部ちゃんと響いてくれるので問題ない。とても使いやすい和音ですね。はい。そしてその次にもう一個。これ重要な和音です。3の和音ですね。これさっきはベースラインがミだからということで、3の和音という風に紹介してた部分になります。なんだけど、トニカルメロディーでは3の和音は使わない方が良いです。なんでかっていうと、3の和音。この和音って、どの音とぶつかっちゃうんですね。これ、3の和音の上ではドがアボイドノートになってしまうんですね。なので、それを避けるために、これトニカルメロディー専用和音です。1アドナインスのオン3という和音を使います。今回の場合は C アドナインスオン E ですね。つまり1の和音の第1点階形を使う。3の和音の代わりに使うというのがトニカルメロディーにおける1個目のコツです。こういう和音になるわけですけども。で、1の第1点階形の和音ってアドナインスにした時に非常に響きが良くなって安定した和音になるので、これは、単純にね、こうやって C オン E という風に使うよりも C アドナインスオン E にしちゃった方が響きがおしゃれになるから僕はおすすめです。はい。そしてその次に6の和音が鳴ります。この6の和音の上でもドミソが全部鳴ってても問題ないんですね。問題ないですね。そしてその次に2の和音が鳴ります。これ2の和音の上でも実は意外なことにドミソ全部鳴ってても問題ないんですね。はい。このようにね、ドミソって意外と他の和音の上で鳴ってても何も問題ないんですね。で、その次の小節ではもう一回1の1点の和音が出てきています。で、その次に、これ4の和音が鳴る場所ですよね。ちょっとここでおしゃれなノンダイアトニックコードを僕は使ってみました。これはちょっとした応用ですね。普通にメジャーセブンスでももちろん問題ありません。こういう風に言っても全然かっこいいんですけども、この場合は C マイナーセブンス入れれるじゃんと気づいたので、マイナーセブンスを使ってみたという感じですね。このように適宜ノンダイアトニックコードを入れるといい感じになります。で、このね、4のマイナーの和音というのはトニカルメロディーの中でもよく使うことができるノンダイアトニックコードなので覚えておくと得です。はい、そしてその次です。5の和音が鳴ってます。ここ最重要ポイントなのでよく聞いておいてください。さっきも言ったように、トニカルメロディにおいて、5のセブンスは使用禁止。使用禁止とまでは言わないですけど、使わない方がいい和音になっています。なぜかというと、この5のドミナントセブンスという和音は、やっぱりどの音とぶつかるんですね。このぶつかりが生まれると途端に響きが崩壊してしまいます。5の和音というのは同音、つまり死の音。これを含んでるわけです。で、普通、同音っていうのは、こういう風にね、シドという風に動いて、解決感を作り出してくれる重要な音なので、抜くということはありえない音なんですけれども、トニカルメロディではこの音を大胆に抜いていきます。抜いた結果、5の和音の代わりに使うことができる和音というのは種類が限られてきます。まずは今回使っている5セブンスサス4。もしくは、ただの5サス4。そして、こちらもおすすめなんですけども、4 on 5という和音ですね。こういうオンコード。オンコードってなんか使うの難しい印象あると思うんですけども、トニカルメロディにおいて、5の和音の代わりに使う4 on 5というのは非常に手軽に使えて、しかもめちゃくちゃおしゃれな響きがするおすすめ和音になっています。同音を含んでいないドミナントの和音っていうのは、このような和音を使うことができます。5のドミナントセブンスの和音の代わりにこれらの和音を使うことで、トニカルメロディのコード進行というのはついに完成するわけですね。で、ここで補足しておくと、普通、5のセブンスサス4の和音って、5のセブンスへ向かって解決するんですよね。つまりこういうことですね。はい。こういう風に進むのが普通です。こういう風に、セブンスに向かってこれ解決してますよね。で、解決した後で、こう行くんですけども、トニカルメロディにおいては、5のセブンスで解決するというフェーズをすっ飛ばして、こう進みます。ここの部分は特徴的なので注意してください。さあ、以上で、トニカルメロディの概要というのは説明し終わりました。
非常に簡単で特に難しい手順っていうのはなかったんじゃないかと思います。で、ここからは、じゃあ、より具体的にトニカルメロディを使ってどうやって曲を作っていけばいいのかっていうのを、僕の作った曲を使って説明していきます。実はこの曲、A メロだけじゃなくて、ちゃんとね、B メロサビまで作ってあるんですね。完成させておきました。まずはこの曲、ざっと通して聴いてもらいましょう。はい、こんな曲になったんですね。B メロとサビもトニカルメロディの方法でメロディを作って和音をつけてあります。詳しく説明していこうと思うんですけども、まず B メロですね。トニカルメロディではドミソしかメロディに使える音がありませんので、メロディが同じ音をこう連続で叩くっていうね、同音連打の展開っていうのが効果的になります。とてもいい感じの雰囲気が出てると思いますね。で、こういう風にね、やっぱりノンダイアトニックコードを入れられるところっていうのは目ざとく見つけて入れていきましょう。この辺は慣れがちょっと必要なんですけれどもね。はい、こういう風にしてサビに入っていくわけなんですけども、サビの直前の和音、ここでは、さっきまで使ってた G、セブンスサス4ではなくて、F メジャーセブンスオン G っていうオンコードにしてあります。とてもおしゃれな響きですね。こういうおしゃれな和音も積極的に使っていきましょう。そして、ちょっとここでね、かっこよくピロロピロロンっていう風におかずを入れてみました。トニカルメロディの方法って実はメロディだけじゃなくて、こういうおかずも入れやすくなるっていうメリットがあるんですね。要するにおかずにもドミソしか使わなければいいわけです。絶対にそうすればメロディとも和音とも絶対ぶつからないってことは分かってますから、こういう風にね、気軽におかず入れられちゃいます。そして、ちょっと B メロではね、メロディハモってみました。ハモってもやること一緒ですよね。要はハモリのパートにもドミソ以外使わなければいいわけです。この方法でハモるだけで簡単にハモリも作ることができます。普通、ハモるときって3度でハモる。音を1個飛ばしたところでハモるっていうのが多いですよね。こんな感じで。なんですけど、トニカルメロディでは3度でハモるということよりもドミソを使うということの方を優先するので、結果的にね、こういう風に4度でハモったり、6度でハモったり、5度でハモったりっていう展開がよく出てきます。これによって生まれる独特な響きっていうのは魅力の一つですね。で、サビに入っていきましょう。こんな感じでね、もう冒頭からいきなりノンダイアトニックコードをめちゃくちゃ詰め込んでみたんですけども、実は慣れれば意外とこんな風にノンダイアトニックコードを使いまくることもできます。なので、トニカルメロディだからといって、コードがね、貧弱になってしまうっていうことはないんですね。作曲者の腕前ってのはこういうところで見せつけていきましょう。そして、サビではメロディの音域を上に広げています。さっきまでは、メロディの音域っていうのは、この1オクターブの範囲だけだったんですね。なんですけども、サビでは、ここまで音域を拡張して、広いレンジで歌わせています。こういう風に音域管理もしやすいので、盛り上がりを管理するのが簡単になります。はい。で、ここのね、メロディの跳躍進行、とても心地いいですよね。これもさっき話したトニカルメロディの魅力です。で、ここにハモリを追加してるわけなんですけども、トニカルメロディって実はクリシェとの相性も結構いいんですね。ここのコード進行クリシェになってますけど。半音進行がね、ここに含まれていく中で、メロディーはドミソしか使えないので、ちょっとコツは必要なんですけども、こういうクリシェを入れるときって、
ドとソだけでメロディーを作るといい感じにいくことが多いです。はい、そしてここに出てくるね、和音、意外な和音ですね。C 音 G。つまり、1の和音、音5という形ですね。つまり、1の和音の第二展開形という和音です。この和音、ポップスであんまり出てこないんですけど、ドミナントとして使うことができる重要な和音になっています。トニカルメロディーではこの和音をドミナントとして使うっていう展開は結構考えられますので、積極的に使ってみましょう。で、ここからまたクリシェですね。実は、このクリシャの時、この和音とメロディーぶつかってるんですね。ぶつかってるんですけど、トニカルメロディーっていうのは、メロディーがドミソをいつも鳴らしている。つまり、メロディーだけは、主和音である1の和音をずっと鳴らしているような雰囲気になって安定感が強いんですね。安定感が強いから、多少ぶつかってもあんま気にならないっていう特徴があります。これぐらいのぶつかりだったら、そのままガンと通しちゃって問題ありません。はい、曲が終わっていくんですけど、終わる直前のこの和音ですね。この和音もドミナントなんですけども、やはりさっきまでとはちょっと違って、今度は G5 の和音を使ってみました。この和音もトニカルメロディーにおいて使用可能な和音の一つでしたね。パワーコードってあんまり和音として用いることは少ないんですけども、トニカルメロディーではこういう珍しい和音が出てくるっていうところもちょっと面白いかなと思います。はい、こういうわけで、以上でトニカルメロディーの使い方、すべて話し終わりました。やはりポイントとしては、メロディーがドミソしか使わないことで、音域を制御するのが簡単になりますし、メロディーに適度な跳躍進行を持たせられて、とってもキャッチーなメロディーを作ることができるんですね。そして、和音が変わってもメロディーはずっとドミソを鳴らしているということから、メロディーがテンションを鳴らすっていうシーンが増えます。これは非常におしゃれな効果を生むんですね。こんなわけで、ドミソしか使わなくていいからメロディーを作るのも簡単だし、コード進行もメロディーとぶつかっちゃうかもっていう不安と戦いながら作る必要がない。初めからぶつからないって分かってる和音を置けばいいだけですから簡単です。簡単なのにとてもキャッチーになってむしろいい曲になっちゃうっていう、かなりね、都合のいい理論ですよね。このトニカルメロディー、とても僕もお気に入りの理論ですので、一回皆さん使ってみるといいと思います。ちなみに、今回の例では C メジャーキーで使いましたけども、当然マイナーキーでも同じように使うことができます。ぜひ試してみてください。では今回はここまでです。ありがとうございました。